どうもこんにちは、川口の健です。今日はブリフトワッシュ札幌での受注会の2日目の朝です。せっかくブリフトワッシュ札幌まで来ましたので、店長の林田さんに靴を磨いていただこうと思って今撮影を始めるところです。まずはブリフトワッシュ札幌の店内とオーダーイベントの様子を紹介します。じゃあ林田さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ブリフトワッシュ札幌店内こんな感じで、こちらにビスポークサンプルとメイドトゥオーダーの各モデルのサンプル並んでます。そしてベルト、革小物、靴べら、販売する靴と革サンプルとね、いろいろ並べていただきます。また今回ブリフトワッシュ札幌限定というか、今回オーダーイベントで印刷して持ってきたんですけど、このロシアンコードバンですね。ロシアンカーフって1870何年に沈没船から発見されたっていうやつですね。それのレシピを再現して、でこういったね片押しの特徴の模様がついてるやつ、これコードバンで作ったっていうものが手に入ったので今回持ってきて、すでにねオーダーいただきました。すっごい匂いがするんですよ。ということで今日は林田さんにこちらの僕の私物の靴磨いていただこうと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回お願いしたのは新コードバンで作った靴と月のワグマの革で作った靴、これを磨いていただきたいんですけど、もうこの状態でちょっと軽く磨いてあるので綺麗は綺麗なんですけど、世界一の技をとんでもないです。とんでもないです。このブリフトワッシュの札幌の店長林田直樹さんは去年2023年の靴磨き世界選手権でいいですかね。はい。ですかね、ワールドチャンピオンシップオブシューシャイニングのチャンピオンであられます。素晴らしい。おめでとうございます。ありがとうございます。そちらのメダルがあるんですよ。これが栄光のゴールドメダル。裏に2023って一応書いてある。ああ、なるほど。金メダルですね。世界一なのでお持ちなので、とんでもないでこす。ちらの靴を世界一の技で見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあまずはこちらの新コードバンの靴、はい。お願いします。はい。じゃあお預かりいたします。結構柔らかいですね。そうなんですよ。新コードバンってかなりオイル分をより多く含ませた靴用の革として開発したみたいで。そうなんですね。新しい革ですよね。そうですね。結構。これはその新規企画の社長にお願いして、ちょっと新コードバンで靴を作ってみたいんですけどっていう話をして、はい。新企画公認の靴ですね。あ、公認の。はい。これってどれぐらい履いてるんですか？これは作ったの去年の1月とかなんで、はい。まあ、期間としては1年4ヶ月。ただ、メインでかなり入ってたのは半年ぐらいですね。なるほど。じゃあ、早速、はい、こちら、やっていきたいと思います。あんまり色付きのクリーム使わない方がいいですかね。そうですかね。無色の方が、ステッチ云々がありそうなので。この最初の時点でどんな風に磨いていこうっていうのは考えながらみたいな感じですかね。はい。まず中拭いて。中を拭くんですか？そうですね。ちょっと。つま先にやっぱホコリとか溜まってたりするので。確かにありますね。感じで。そんな入ってないですね。これアンライニングになるんですか？いや、単だけアンライニングというか、袋ベロになってるんで、はいはいはい。僕はもう全部総ライニングしますね。そうですね。じゃあなんかデリケートクリームちょっとやっていっても大丈夫ですかね。はい。僕自分でケアするとき全然中のインソールじゃない、ライニングのケアとか全然やらないんですけど。あ、そうなんですね。やっぱやった方がいいんですよね。そうですね。なんか、やっぱ汗かくじゃないですか。はい。なんでその汗かいて、汗乾くときになんか一緒に皮の油分もなんか抜ける感じで、中の乾燥してる感じが気になるときあると思うんですけど、まあそれ
をやっぱ潤してあげた方がいいので、履きなじみも良くなるので、結構塗ってあげるんですよね。よいしょ。デリケートクリームっていうのは、なんですか、水分と、水分が多いクリームですよね。乳化性と何が違うんですか？水分量ですかね。水分量。あと、余計なローブンとかが入ってないと思いますね。ツヤを出す成分って入ってないと思うんで。乾燥した皮によく使われますよね。押しがけしてますね。靴作りのやり方の一つで、水をつけて、一方向にヤスリがけをするっていうのが、コバを仕上げていく方法の一つなんですよ。そうなんですね。そうすると皮の繊維が一方向に締まって、ツヤが出るんですけど。あ、それです、それです。押しがけ。押しがけってですね。知らずにやってました。すげえ、さすが世界一。でもこれってやっぱあれですよね。男の子だったら結構なんか自然と身についてることじゃないですよ、これって。どうなんでしょうね。ミニ四駆の、ミニ四駆のボディを肉抜きする時にやりません？ミニ四駆世代じゃない？もしかして。僕は一応ミニ四駆はなんか事情に詳しいんですけど。その肉抜きした後にヤスリかけるじゃないですか。だからそれの時とか、まあ水はあんま使わないかもしれないですけど。一方向。そうです、一方向みたいな。ありますよね。ちょっと待ってよ。それはほこり払いです。そうですね。まあ、削った塵とかも一緒に落としながら。ちょっとコバインを塗っていきますね。コバインとかもいっぱいあるんですか？菱沼さんとか。そうですね。まあ、このコロンブスのコバインキーの他に、イギリスのコバインキーとか、まあでもそれぐらいですけどね。200色。いやいや、茶色200色ないですよ。ないですか？はい。200色あるの。でも朝食をして、何色かにそうなんですね。作ってはありますけど。さすがですね。結局やっぱコバって、どれだけ茶色と赤みのバランスがあるかぐらいで、コバの色ってそんなにバリエーションないですからね。まあ、黒は黒だし、200色ないんで黒は1色なんで。そうですね。白があるんでしたっけ？そうですね。白は200色あるやつね。そうですよね。結構履くと、マットな感じになるんですけど、ブラッシングするだけでかなり光沢出る革ですね。何するだけで？ブラッシング。ブラッシングするだけで。ちょっと初めて磨きますね、新コード版。世の中にまだ新コード版の靴はそんなに存在が。出てないですよね。これから出てくるんですかね。そうですね、出てくると思いますね。いいね。ワックス専用、ブリフラッシュのワックス専用のクリーナーですね。めちゃくちゃいいですね。僕も使ってるんですけど。そうなんですよね。どの辺が使い心地いいですか？結構使うのが、銀ペンって革に印をつけるやつなんですけど、それが消せるんですよ、これで。そうなんですね。多分それ、靴製作の人でそれ用に使ってる人がいると思うんですけど、普通のクリーナーとかアルコールとかでやると液体すぎて結構染み込むんですけど、これ全然染み込まないで、その部分だけ局所的に。銀ペンだけ消せるんですか？そうですね。めっちゃいいですね。あともちろんワックスの除去力が高いっていうのはいいですよね。確かに。なんか普通のクリーナーでワックスってなかなか落ちないじゃないですか。そうですね。これの前はサフィールのレノマットって使ってたんですけど、かなり匂いもすごいし、強めな感じで。確かに。なんかあんま染み込んでいかない感じがいいですよね。
そうですね。革にダメージがなさそう。それはこのクリーナーの結構最大の特徴というか、メリットとしてすごいいいとこですよね。これ色はなんていう色ですか？コニャックっていう色ですね。で、ステッチはなんか白っぽい、きなりっぽい感じ。きなりっぽい感じの色で。これは今回っていうか、その今 MTO でもあるモデル。そうですね。この自分用にこれ作って、このデザインいいなと思って MTO 化したので、なるほど。オークっていうモデルが MTO でも選べます。名前とかってなんかどうやって決めてるんですか？名前は木の名前から取ってるんで。それは工房の周りに生えてる木っていうことですか？に限らず。限らず。じゃあ日本全国の。そうです。日本も、世界の木も。多くは奈良の木で、家具とかによく使われるんですけど。アンティーク家具とかによく見ますね。多くね。多く確かに聞きますね、名前は。それは黒炭の。そうそう、黒炭のスティックなんですけど。水をつけて使うんですか？いや、これちょっと。汚れを。そう、汚れちょっと一瞬落として。ちょっとここの、なんか白いの気になりますね。そうですね。どうしても出るんですよね、そうですよね。潰すとやっぱり戻るんですけど。潰すと一瞬戻りますよね。でもやっぱ履くと白く出てきちゃう。それはそれでコード版らしさっちゃらしさなんで、いいかなと思うんですけど。なるべく白くならないように仕上げたいですよね。コード版の場合は必ずこのスティックで擦るっていうのはやるんですか？いや、時と場合によるというか。毛立ちが目立つもの。そうですね。プレベントの時とかはやらないかもしれないですね。なので。プレメンテと普段のケアって何か違うポイントあるんですか？最初に、クリーム入れるのを結構丁寧にしっかりやるっていうか、揉み込んで少し皮柔らかくしてあげたりとか、あとはそのワックスで光らせる範囲とか気をつけたりとかですかね。履きじわが入ってないので。どこまでやっていいのか。そうですね。入って、なんかパキパキにならないようにみたいな。あんまりなんかやりすぎないようにっていうか、最初なんで。っていうのはありますね。じゃあちょっとクリーム塗ってきますね。クリーム入れるとやっぱ表情がそうですね。一気に。クリームスーッと入っていく感じの皮なんですね。新コードはめちゃくちゃクリーム吸いますね。なんかこの皮がクリームを吸っていく様子って、癖になるというか。そうですよね。気持ちいいですね。これ特に気持ちいいですね、こいつ。この色味もちょっと濃くなる感じとか。ケンさん結構磨くんですか、自分でも。全然磨かないです。最近は磨いてないですか？磨いてないです。なんか昔トリッカーズのブースかなんかをなんかメンテナンスする動画みたいな。そうですね。あれ僕見て結構印象に残ってますね。コバまでがっつりやって。そうです、そうです。ここめっちゃ綺麗みたいな。これはもう全部手製ですか？そうです、フルハンドです、フルハンドで。この部分はもうめちゃくちゃかっこいいですよね、やっぱね。ステッチのアウトソール設計付けのところ。それからみちっと糸までこうデザインになっていくのがポイントですね。凄まじいですね。
空拭き中。空拭きいいですね。余分なクリームをしっかり取ってあげるっていう。この工程をなんか自分で磨くときにやらない人ってたまにいますよね。話聞いてると。なんでこれは結構必要なことなんで。それやらないとどういうことが起きますか？なんか、やっぱちょっとベトついたりとか、はい、ゴミついたりとか、で、ツヤも出ないんで、空拭きするだけでも結構ツヤ出るじゃないですか。そうですね。なので、そしてここからワックス。ワックスね。めちゃくちゃワックスってあるんですか？ワックスいろいろあるんです。ちょっとワックスやっていきます。革によって使い分け。そうですね。はい。これステッチ気味なので、基本無色で、はい。やっていって、ちょっと味付け程度にちょっとコニャック使っていければと思います。ニュートラルでも、はい。いろんなとこのワックスがあるじゃないですか。はい。ありますね。それぞれ使い心地が違って、それを使い分けたりとかってあるんですか？そうですね。使い心地違うのと、あとはこう、使っていくうちにだんだん乾燥していくので、なんか柔らかいワックスと硬いワックスと混在していくんですよね。なんでちょうどいい硬さのワックスを使っていくっていう感じでやりますね。ワックスってもうどんどん乾燥して硬くなったらもう終わりなんですか？終わりなんですけど、最近結構いいアイテムが増えてきてるんで、なんかもともとこういうのが出たんですよね。ちょっと前にワックスソフトナーっていう、硬くなったワックスを柔らかくするっていう。スプレーなんですか？スプレーなんですよ。で、臭いんですよ、これ。すんごい。溶剤で溶かすみたいな感じですね。そうです、そうです。なんですけど、靴磨き選手権とかでも使ってて、ニートさん使ってて話題になってたワックスクリーナーってあるじゃないですか。あれも結構、いい感じにワックス溶かしてくれるんで、あれでも硬いワックスが柔らかくなって使えるようになったりするんですよね。多分結構ワックスって締めて放置していくだけでも徐々に乾燥していくじゃないですか。だから放置してたあんまり使ってなかったワックス久しぶりに入れたらコロコロになってたみたいな。ありますよね。で多分林田さんぐらいガンガン仕事で磨かれると、結構使い切れるのかもしれないですけど、趣味でやってる人ってどんどんワックス硬くなっていっちゃったりとかって。いやそうなんですよね。そうですね。少なく大きいこのサイズは買わない方がいいでしょうね。そうですよね。ミラーグロスってあったじゃないですか。はい、ありましたね。あれめちゃくちゃもともと硬いですよね。ミラーグロス硬いです。ミラーグロスとかは本当に硬いし、硬さが進行するのもすごい早いんで、お客さんに勧めることは僕ほぼほぼない。しかもでかいのしかないですよ。そう、でかいのしかないですよね。そうなんですよ。確かに早いっちゃ早いんですけど、きちんと使いこなすみたいなのは、そんな簡単ではないと思いますし、それだったらこの普通のやつ使った方がいいですね。土ぼこしが剥かれてますね。そうなんですよね。ちょっと気になっちゃって。アマゾンで1980円だった水牛の角ですね。あ、なるほど。ソール用に。カッサボですね。OK ですね。ソールケアとかってされるんですか？そうですね。お客様の靴とかは結構やりますね。ソールオイルを塗ってあげたりとかですね、メインは。コード板ってあんまりワックスを全体に塗ってもひび割れないみたいな聞いたことあるんですけど、やっぱそうですか？そうですね。コード板ってカーフと違って、なんか、うねるようなシワになるじゃないですか。なので、カーフよりはなんかこう、割れにくいんですかね、表面が。
あでも白くなっちゃうんで気をつけなきゃいけないんですけどね。指で結構光沢が。そうですね。このワックスってベース、下地作りが今この、やられてる指塗りの工程が大事だっていうのを聞いたことがあるんですけど、そうですか？そうです。まさに。まさにそうですね。まあそれが全てではないんですけど、結構大事ではあるかもしれないですね。ここがなんかちゃんとできてないと、このネルに持ち帰ってからの磨きが結構うまくいかなかったりすると思うんで、そのワックスを乗せるイメージとしては、その下地の乗せと練り生地での乗せってどれぐらいな感じなんですか、割合的には。割合半々ぐらいですかね。それこそね、話題のその大会とかでも、例えば制限時間が10分あったら、その5分下地、5分磨きみたいな、ネルで磨くみたいな感じの割合でやる人が結構多いかなっていうイメージですかね。世界選手権は制限時間、決勝は何分は20分ですね。20分で片側を磨くってやつだったんですよね。じゃあ結構時間余裕はあるんですか？時間に余裕はあるですね。余裕ある中でどう時間使っていくかみたいな。短距離走じゃなくて中距離走ぐらいの感覚っていうか。やっぱりその大会によって時間制限が違って、それによって戦略というか、どう磨いていくかが変わってくるんですね。そうですね。逆にうまくいかなかったりとかもありましたもんね、練習の段階で。すごいコテコテになっちゃったりみたいな。コテコテになっちゃうのも違うんですか？なんか違うかなっていうのはありますね。まあ今ももちろん考えながらやってるんですけど、ワックス乗せればいいっていう問題でもないと思うので。なんか自然な感じがなくなっちゃうんで。そうですね。いかにもなんかワックス乗せて磨きましたみたいな、いかにも感ってやっぱこう取ってつけたようなツヤみたいなのは綺麗じゃないと思うので、終わりがないですよね。しかもそれって靴それぞれによって違いますしね。革によっても違うし。そうなんですよね。デザインとかによっても違いますしね。履き込み具合によっても違うかもしれないですね。そうなんですよね。あとその履き主の方がどう履きたいかとか、そういうのもあると思うので。僕のイメージでやっぱ靴磨き屋さんにお願いするならピカピカにって思っちゃうんですけど、あえてそこはピカピカにしないでみたいなお客さんもいらっしゃる。います。やっぱなんか気恥ずかしいみたいな。自分のキャラクターに合わせてこれぐらいがいいかなみたいな塩梅があるので、カウンターで磨くときとかちょっとこう途中経過で見せながら、こんな感じでどうですか、みたいな。その色はなんて色ですか？これコニャックですね。コニャック。まさに。ちょっと美味しそうなオレンジ色をちょっと足してあげて。画面がオレンジですね。全体的に。確かに。今でこそね、もうみんなオリジナルの色のネル生地作ってますよね。僕が作った頃はまだ全然そんなに多くなかったですからね。グリフタッシュの青山とあともう一方ぐらいですかね。その当時作ってたの。このネル生地は靴磨き用に適したものになってるんですよね。そうです。生地屋さんにお願いして、で、サンプルをちょっと何種類かやって、で、磨いてみて、みたいな感じですね。いろいろあるんですよね。毛羽立ち方とか、なんか柔らかさとか、と厚みとか、いろいろあって。で、その中で一番いいやつをチョイスしてっていう感じで。コード板ってそのワックスをつけるときに水の使い方って気をつけたりするんですか？
そうですね。やっぱ、コードバンの皮自体に水って良くないので、あくまでもこう、ワックスの上に、こう塗ったワックスの上に水みたいな感じで磨くので、あんまり水が多すぎると失敗する可能性はありますよね。水少なめが安心安全かもしれない。でもこれぐらい乗ってればもう別になんてことないですかね。結構自分で鏡面磨きやってて、まあコード板じゃなくてカーフとかですけど、はい。鏡面にするためにさあ、じゃあ水つけて磨くぞってなると、はい。水の分量ちょっと間違えて、はい。つま先濡れちゃって、はい。でもうそこからもう無理。何やっても無理みたいな。そうですね。乾かないと無理だ。結構あってイライラしちゃうんですよね。本当結構ありますね。なるほど。吉健はそういう時あります？ありますね。ベースをもうちょっと塗ってあげるといいのかもしれないですね、まず。そうですね。そしたら結構そういうの少なくなりそうな気しますけどね。このとこですかね。で、ちょっとここら辺に乗ってるワックスとか油分とかをブラッシングでしっかり散らしてあげるっていうのが、コードは結構ポイントかなと思いますね。結局こう入って、その屈曲したところのロー分とかが浮いて、なんか白く見えてると思うんですよね。でそれをなんか、あらかじめしっかり取っといてあげるっていうイメージなんですけど、もっと言うと、ちょっとこうやってあげて、少し白っぽいの出して、また。そうです、そうです。で、ヤギの毛で全体をちょっとブラッシングしてあげて、つま先は結構ぶつけたりするんですか？しますね。そうですよね。押し傷みたいな、擦れ傷とか押し傷みたいなのが。特にその新コード板結構その押しに弱いって言ってなんか変な。押しに弱い。押し傷がちょっとつきやすいかなっていう感じはありますね。なるほどですね。柔らかい感じですね、顔の表面が。まあでも、特に僕は、まあ自分で作ってるからっていうのがあって、気にしないんですよね。またでも似合いそうですよね、そういう靴がね。そうですか。なんかちょっとなんか、なんかすごいドレッシーになんか履くっていうよりは、若干こう武骨に履いていくみたいな、キャラクター的には合いそうな気しますけどね。あんま言われないですか？初めて言われました。ですよね。靴作る前はすごく丁寧にっていうか、大事にしてたんですけど、靴作るようになってからはその靴好きっていう面よりも、靴を履くことの実験的な意味が強くなってきて、自分で作って試すっていう、試し履き用の靴丁寧に履いてもあんまり意味ないというか、そうですよね。適当に履くぐらいでの耐久性だったり、その傷つき具合とかを見たりとか、っていうのもあって、そうですよね。あえてじゃないですけど、全然気にしないで履いてますね。いい意味で普通に履くってことですよね。そうですね。そっちの方が綺麗に履かれたものよりも、そのエイジングも、ある意味ではそういう味が出たりして、そういう皆さんの多分参考にもなったりするかなと思うので。いや、めちゃくちゃそうだと思います。そのめちゃくちゃメンテナンスして、この状態ですって見せられてもね、そこまでやんないよみたいな感じですよね。あと、何年履いてますって言われたところで、いや、だって全然履く頻度を履いてないでしょとか、20年ものって言われても、1年に1回しか履いてなかったら、20回ですから。めっちゃ綺麗ですね。はい、終わりました。1足目は。OK ですね。紐だけしますね。
紐もいろいろ種類があるんですか？シューレース。結構いろいろありますね。ん。平紐でも太いのと細いの、丸紐もこういうちょっと太めの網紐とロ引きの丸紐と、結構大事っすよね。うん、紐で印象だいぶ変わりますよね。そうですね。結構紐変えるだけでも気分が変わったりして、なんかパッと見の見え方変わったりして、いいですよね。手軽なドレスアップですよね。うん。そんなお金かかんないですしね。そうですね。すいません、お待たせしました。こんな感じですね。おお、すげえ。ちょっとトゥーの押し傷はまあまあ、そうですあるんですが。で、こっちですね。おお、レベル違うな。この靴結構自分で適当にパッとやっても綺麗なんで、まあこんなもんかなみたいなやってたんですけど、やっぱりすげえ。ありがとうございます。めちゃくちゃかっこいいです。いいエイジングサンプルに。この靴最近ちょっとエイジングサンプルでいろんな展示会、自主会持ってって見ていただいてる、これで新言葉の売れ行きが上がるそうですね。確かに。はい。結構でもクリーム入れてった時の感じがすごいやっぱいいですね。特に。磨きがいがある感じですかね。磨きがいありますね。磨いてて楽しいかもしれないです、これは。それってあれですよね、まあ、新言葉を使ってコード版が欲しいっていうのもそうだし、磨きたいっていう気持ちにも応えてくれるっていうか。そうですね。この元の色からあまり変わってないですか？いや、元の色がちょっとここにあって、はい。的には、ちょっと抜けるんですか？ちょっと明るくなる。すり込んで明るくなるってことですか？すり込んで明るくなるのはありますね。そうですね。ちょっと明るい感じもします。そうですよね。個体差かもしれないし。なんか色の変化はそこまで大きくはないかもしれないですね。これが新コード版か。これ最初のこのマットの状態なので、しっかり磨くとこんなになると。おー。いいっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次、月のアグマの。月のアグマ。はい。お願いします。2足目じゃあ行きたいと思います。なんかちょっと石みたいな。確かに確かに。